皆さんこんにちは。本動画は Python の NumPy ライブラリの基礎講座になります。利用する確率が高いライブラリになりますので、使いこなせると非常に良いと思います。では、始めていきましょう。今回は、無料で利用できる Google コラボラトリーを利用します。資料については GitHub にアップしますので、ダウンロードして一緒に動きを確認してみてくださいね。NumPy は、科学技術計算に特化したサードパーティ製のパッケージです。C 言語で実装されているため、Python の課題である実行時間を大幅に短縮することができます。まずは、NumPy を利用するために、ライブラリをインポートしましょう。まずは、1次元を扱います。NumPy アレイを用いることで、NumPy の配列を持つことができます。念のため、型を表示していますが、問題なくNumPyの型になっていることがわかりますね。次は、2次元の配列を見てみましょう。カッコで2つの配列を並べることで、NumPy 型の2次元配列を作成することができます。変数が何次元で長さはどれくらいかを見たい場合は、シェイプを利用します。正しく2行3列であることがシェイプで確認できましたね。次は配列の形状を変化させます。まずは変数 C にNumPy 1次元配列を定義しました。その後、リシェイプを利用することで、2次元配列に形状を変化することができました。今回の場合、左側が行数、右側が列数を表しています。次は、3行2列の配列に変更してみましょう。次は、NumPy 配列の要素の型を触っていきます。まずは、0から5までの要素を入れた配列の型を見てみましょう。今回の場合だと、符号あり64ビット整数型のイント64になっていることが確認できましたね。では、要素の型を半精度不動小数点型に as タイプを利用して変更してみましょう。問題なく要素の型が変更できていることを確認できましたね。次は要素の扱い方を見ていきます。定義した配列の2番目の中身を見てみます。見ていただいてわかる通り、NumPy 配列であっても、通常の配列と同じように扱うことができます。それは、単にインデックスの指定だけでなく、スライス指定でも同じことが言えます。スライスは、特定の数字の前後にコロンを入れることで、範囲指定をすることができます。また、それは、NumPy の1次元配列だけでなく、2次元配列でも同様に扱うことができます。数字がついてない場合は、全要素指定になります。2次元配列の1つ目のところは、2行目のすべての要素、2つ目は2列名のすべての要素を指定していることになります。インデックス番号は0番から始まるため、順番の認識がずれる可能性があります。注意してください。次はデータ際割り当てです。2次元配列を作成したデータの一部を変更してみましょう。まずは2行3列目のデータに6を入れてみましょう。
問題なく6が入っていることを確認できましたね。次は1行目すべて7に変更してみましょう。今までは Python 標準のレンジを利用していましたが、実はNumPyにも同様のレンジ機能がついています。では、2つを比べてみましょう。出力結果は同じだということがわかりましたね。次は、ランダム機能について紹介します。まずは、3行2列のランダムな2次元配列を作成してみましょう。しかしながら、この方法は実行するたびに結果が変わってしまうというデメリットがあります。このデメリットを防ぐ方法として、シード値を設定する方法があります。次は、同一の要素の配列を作成してみましょう。0や1の場合はそのままですが、単位行列の場合は、i 関数、指定数字の場合はフル関数を用いることで作成することができます。最後は、配列同士の結合や分割になります。まずは、一次元配列の結合をします。問題なくコンカテネートを利用することで結合することができましたね。次は二次元配列を結合してみましょう。何もしない場合は縦に結合されてしまいます。横に結合したい場合は、アクシスに1を代入することで大結合することができます。配列の分割は H スプリットを利用することで実現することができます。引数の2番目にどの位置で分割するか指定することができます。問題なく分割されていることを確認できましたね。本動画はこれで終了になります。後半はまた別の動画を上げたいと思います。動画を見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画で会いましょう。